1。皆さんこんにちは、一種のなのです。はい、ということで今日は念願の私のメイクレシピ動画を撮っていきたいと思いますということなんですけれども、なんか結構前々からファンの方になおちゃんのメイクレシピ知りたいですとか、なんかこう何使ってますかとかすごい聞いてくださることが多くて、私もずっとみんなにいろいろ伝えたいなって思ってたんですけれども、今回やっと念願叶ったので、はい、今日は私が普段どういうメイクをしているのかっていうのをねお伝えしていけたらいいなって思っているのと、あとはみんなからこう事前にね質問を募集してたので、そういうのもこう合間合間で一個ずつなんか答えていけたらいいかなって思っています。それではレッツスタート。皆さんカラコンいつも最初につけると思うんですけど、私は最後につけます。ちょっといつも目が乾いちゃうから。じゃあまず保湿から。スキンケアはもうやってあるんですけど、保湿をします。ダルバさんを使っています。これやりたかった、これこれどうやったらピント合うんだろう。あ、こうだ、そういうことか。顔の前に出さないとピントが合わないんだ。はい、ダルバさんのこちらでちょっと保湿します。ここら辺に分散したミストも最後こうやって自分から回収しに行くっていうのが私スタイルです。はい、そして次、このちょっと開けちゃった、このね、こちらもダルバさんなんですけど、ダルバのこのなんだメイクアップ下地を塗ります。これはねなんか結構なんだ練習しかない日とかメイクしなくていい日とかも私日焼け止めだけは絶対に塗るようにしてるので、これはいつも塗ってます。でこれはねもうほんと適当でいいんです。適当でいいんですってダメかもしれないけど、私は結構もう顔に塗れたらいいかなって思ってる感じです。あ、すごい。これを普通に伸ばします。ちょん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 って。私は結構叩き込むスタイルです。いつも一回ねこうさーって伸ばして、ちょっと今すごいねまばらなんだけど、一回伸ばして目の上とかも軽く塗りまして、こうポポポって、ちょっとやばい、髪の毛が邪魔してくる。ファンデーションを塗ります。私はいつもこのティルティルの赤を使ってます。もうこれほんと変わらない。大学生の時からずっとこれ使ってます。これが、肌質みんないっぱい違うじゃないですか。だからこう一概にこれが一番いいって絶対これとは言えないんだけど、私の肌にはこれが合ってるなっていう。なんか私は結構肌が赤くなりやすいんですよ。なんて言うんだろう、なんかこう血色、なんかここら辺の血色あるけど朝起きた時唇の血色だけないみたいな現象起こりがちなんですけど、だから赤いな、ここ消したいなってところを重点的にまず先にこうやって、なんかあんまりこうベタ塗りするとあれだから、ちょっとずつ塗るのが私流です。均等に仕上がったらいいなーってぐらいなので。でもね、なんかすごい気合い入れたい日とかはめっちゃちょっと濃いめに塗ったりとかもするんですけど、 OK、 もう OK、 こんな感じです。塗りました。ポイントはね本当に薄くちょっとずつこうつけるっていうのがポイントです。でそしたらコンシーラーで気になる部分をさらに消していきます。スポンジいつもねこのロージーローザーですを使ってます。でもスポンジはきっとみんな好きなのでいいんじゃないかな。でコンシーラーはこのヒンスです。小学6年生の頃からこのもう23年間一緒に生きてきたこのクマがね敵なので毎回消してます。コンシーラー終わりました。そしたらパウダーはじゃん、ジバンシーさんです。逆だった、逆とかないのか別に。ジバンシーさんを使います。私01番プリズムリブレの01番を使っています。パウダーも
こうティッシュに1回置いてトントントンって少量だけ私は顔の輪郭など、あとは鼻などにつけています。眉毛にも塗ったりとかね。なんかメイクさんはもうちょっといつもちっちゃいので私の顔にのせてくれるんですけど、私はこのデカブラシを使っています。今こんな感じでベースメイクが終わりました。結構そんなに塗らないのもポイントです。はい、そしたら眉毛に移りたいと思います。眉毛は2本使ってるのが今あるんですけど、でもね絶対これっていうのは正直なくて、キスミーのヘビーローテーション08番とセザンヌのアイブロウペンシル、こちら04番です。で、これもね本当にその日によるんですけど、一旦ブラシでちょっと形を整えます。形っていうか毛並みか。で私は結構もう眉毛がもうこの通りもうあるんですねあるんです。だからもう描かなくてもいいんじゃないみたいになるとは思うんですけど、でもちょっとこう眉尻とかちょっとここ薄いなみたいなところだけいつもこう描き足してってます。このお尻のところだけこうちょっと描き足すぐらいで、パウダーをキャンメイクを使っています。でもちょっと汚いのでセルフモザイクの術でれれれれれれれん、こちらを使っていきたいと思います。ミックスアイブロウ V02 番です。ちょっと多めに眉頭と中間層とかちょっとハゲてるなーみたいなところにのせます。まずこう眉頭ね、眉頭はでも濃くしちゃダメだから気をつける。中間層いきます。でも私も自分のその正解の眉毛に行き着くまですごく時間がかかりました。本当に眉毛メイクって大事だし、でも難しい。あと眉マスカラします。でこれはもう使い古しすぎてどこのものかがちょっと分かりませんセルフモザイクの術。でもこの色、こういう明るい色を私は塗ってます。大学生の最初の頃も全然自分に合うメイクよく分かんなかったんですね。だけど私がアパレルでアルバイトをし始めてから、やっぱりバイト先の先輩がもうやっぱみんなキラキラしてて、すごいなんかみんなおしゃれだし、メイクも髪の毛もいつも綺麗だし、ネイルももうキラキラで、そういう憧れのなんかこう先輩がいっぱいいる環境の中で働いていくうちに、もうすごい自分磨きもするようになってったし、なんか自分に似合うものとかもうすごい分かるようになってきました。だからやっぱ周りの影響力とか環境ってめっちゃ大事だなと私は思います。でそうこうしてるうちに眉毛終わりました。こんな感じです。結構はっきりめです。私は本当にもう描かなくてもいいんじゃないっていう感じなんですけど、ちょっと待って、最後ぼかさせてください。次アイシャドウ塗りたいと思います。噛んじゃった。アイシャドウは正直もう毎日っていうか毎回結構気分でやってます。だけど今日は私の、ブルベ冬なので、私はブルベ冬に合うなーって思う王道のピンク系で今日はメイクを作っていきたいと思います。大体ね、いつもスタメンで使ってるパレットが2つあります。じゃん。3CE とデイチークのパレット。この2つはもう超スタメンで使ってます。で今日はこれも使います。アディクション。キラキラ可愛いでしょ。これ実はリノがプレゼントでくれました。めっちゃお気に入り。使っていきます。まずはこちら 3CE のこの一番薄いやつとこことここを混ぜてアイホール全体に私は流れるままに身を任せフリースタイルっていう感じでいつもやらせていただいております。
何のこことここを今日は混ぜて、二重幅らへん、この際っていうかここら辺だね、やっていこうかな。そんなにね、私はシャドウの塗り方とかあんまりこだわりがなくて、あれかもしれない、教わりたい、みんながどんな感じのこだわりをしてるのかとか。今多分動画が配信されてるのが5月ぐらいかなになってると思うんですけど、新生活いろいろあるじゃないですか。でちょうど新生活の悩みについての質問が来てるので、ちょっとそれに答えたいなと思うんですけど、4月から新しい学校に編入するため友達や環境についていけるか不安です。めっちゃわかるよ。どう過ごしたらいいですか？でもわかるよ。でも私もすごいこう見えて全然緊張します。その最初もう新しい環境に行くとか、そういう時めっちゃ緊張するし、全然話しかけるのも緊張します。だけどあれだよね、人に話しかけるのでさ、時にさ、なんかうまくこういけない人とかさ、私もそういう時あるけど、時ってさ、なんかこれを言ってどう思われたら、どう思われるかなとか、これ言ってなんか変な子だと思われたらどうしようとか、なんかいろいろ考えちゃってもじもじしてていけないことが結構多いと思うんだけど、私もそういうことはもちろん全然あるし、でもだからそういう時は全然なんかラフにもう肩の力抜いて、まずはで自分にちょっと自信を持つ。なんかもう自分は自分だから、もうどんな発言をしてもそれがやっぱその自分だっていうところをまずはこう自信を持って、なんか何事も絶対この子に話しかけたら仲良くなれるぞってこうポジティブに考えて、イマジネーションもポジティブに考えていけば、未来はもうどんどんいいことに進んでいくと思うので、なんかこう、めっちゃ不安な気持ちはわかるけど、でもみんな一緒だから大丈夫、自信を持って話しかけてみてください。まずはね、話しかけることが大事。待ってたらね、受け身になっちゃうから、自分から行くのが大事かなって思います。そしたらね、どうしようかな。このベージークのこの色お気に入りなんです。私めっちゃ可愛くないですか、ピンク。これ取ってちょっとのせます。もうこれね、全体に広げたらなんか本当に結構パーティーって感じのメイクになっちゃうから、これ結構軽くのせます。いつも目尻とか際とかに。いい感じで、涙袋にも同じことをしていきます。ほぼ絶対にいい方向に未来は進むから、リラックスしてみんな行きましょう。もう一個ちょっと新生活系の質問答えたいと思います。春から一人暮らしをするのですが、とても不安です。何か安心できるコツはありますか？確かに私も大学生で上京して一人暮らしだったんですけど、やばかったです。私も本当にやばかったんです。聞いてください。まずやっぱ私が住んでたところって電車の線が1本しかなかったんですね。この東京とか都会みたいに何本も何々線ってあるようなところには住んでなくて、本当に結構田舎の町に私は住んでたんですけど、まず電車駅でもう毎日迷ってましたどこだ次はどこだみたいな、乗り換えが本当に大変だったけど、私もだんだん慣れていったから、そういうのは大丈夫だし、慣れればね。でも私も本当毎日とかも本当高頻度に父と母と弟に連絡したりとかしてたので、やっぱ家族を最初は頼ることをお勧めします。ここでちょっと皆さん涙袋に必殺技を仕掛けていきたいと思います。確か名称トゥークールペンシルだった気がするんですけど、この涙袋爆誕ペンシルを涙袋に仕掛けていきます。でもこれ本当にすごいです。めっちゃ涙袋が誕生するなってイメージ。なりました。そう、私もともと涙袋があんまりないので、涙袋がないのもコンプレックスだった。次、ついにリノからもらったアディクションを塗っていくんですけど、こういうのはね、手でのせます。私はキラキラはなんか筆だと乗らないんですよね、あんまりうまく。なんでか知らんけど、なんか基本的にはこのまぶたの真ん中ら辺にこうやって私はいつも重点的に置いて
余ったものはちょっと散りばめるっていう感じにしてます。これめっちゃ可愛い。すっごいキラキラしてる。でリノがなのちゃんキラキラなもの好きだからって言ってくれました。分かってるっていう感じですね。嬉しい。こんな素敵なプレゼントもらえてめっちゃキラキラになった。伝わる？ちょっと濃いめにつけます。キラキラ大好きだ。涙袋にものせるんですけど、涙袋にのせる時も私は真ん中ら辺だけのせます。軽く、ちょっと輝きがね付け足されればいいかな程度ですって感じです。 OK です。あ、待って、嘘、ごめんね、1工程忘れてました。この一番濃い色を取ってこのね三角ゾーンにのせます。こうするとですね、何が起こるかっていうと、自撮りをした時などにですね、これのおかげで目に締まりがね現れるんですよっていうことに私は気づきました。たどりより自撮りの時とかの方がこういう細かいところのメイクは大事になってくるかなって結構思います。一旦アイシャドウは終わりで、次アイラインを引きます。あ、嘘です。先にまつげを上げます。資生堂のビューラー使ってます私は。でまつげをでね、みんなにねよくねまつげを褒めていただけるんです。そのつけまみたいな、違うんです。今日はその過程をお見せしたいと思います。まずは上げますね。普通に上げます。まつげの工程が私いつも一番時間がかかります。マスカラはロマンドを使ってます。この色01番かな、01番ブラックで、ピンセット、私が使ってるのはこういう形のやつなんですけど、でも本当に何でも大丈夫。昔はこういうのでもやってた。普通の本当に100均とかにあるピンセット、もうみんな使いやすいので大丈夫と思うんですけど、とりあえずマスカラを塗っていきます。こうしたザクザクザクヒュッザクザクザクヒュッを繰り返していきます。私はだいたいこのマスカラを塗っている時にこう大体の束を作る。もうここら辺にこんぐらいで、ここはこういう感じっていうのを作って、大体作ったら普通にピンセットで私はこうやって束を作ってます。この工程が時間がちょっとおかかりになるんですよ。でもこの工程が非常に大事なんです。なんかもう時間がない時でも絶対にやります。束作りだけ。ちょっと集中モード入ります。OK できた。完成。今日うまくいった。右じゃあ左もやります。今日早いぞ。時間かかる時本当にめっちゃ時間かかるの。個人的にだけど、その日のまつげの調子で全てが決まります。私はそんなにって思うかもしれないけど、そんなになんです。オッケー、できた。じゃーん。こんな感じでまつげ作ります。でそしたら私はアイラインをその後に引きます。アイラインはラブライナー、私はブラック使ってます。引きますね。アイラインも私は結構長めが好きです。こんぐらいかけます。でなんか別になんか跳ね上げでもなく垂れ目でもなくみたいな度合いで、ちょっと線失敗したなみたいな時はいつもなんかこの100均で5年前ぐらいに買ったこの眉ブラシかなみたいなのでいつもこうやって微調整してます。こんな感じ。引けたよー。はい、アイラインは引き終わりました。大丈夫だよね。
はい、そしたら粘膜も引きます。粘膜はキャンメイクです。粘膜は普通にここね、際を全身でなんか撮影しますとかたどりしますみたいな時もやっぱりこれがあるとないとじゃ顔のはっきり度が違うかなって思います。自撮りとか特にね。まあでもね、引かない人もいるとは思うんですが、私は引きました。 OK。 ほらもうほぼ完成です。ここまで来たらあとはまあ下まつげにももちろんマスカラ塗っていきます。あ、やばい、ごめんなさい。下まつげの時なんで鼻の下伸びるんだろうね。この現象私もよくわからないんだよね。でも私もね毎日伸びてるこうやってなんで誰か教えてほしい。これについて誰か研究したりとかしてないかな。なんでか知らない。顔の作り的なのかはわからないんですけど、ここに下まつげにマスカラを塗ってで一日過ごしてなんか普通に笑ったりとかするじゃないですか。そうするとよくここにめっちゃマスカラがついてる時があって、それをちょっとでも緩和させるために、はい、またこの5年前に買った100均の何用か分かんないこのブラシでちょっとマスカラを除去します。なんか軽く私はこうやってやったら、そしたら涙袋をまず軽くで、先ほどのキャンメイクさんの眉毛パウダーさんの真ん中の色で取って、涙袋もまた後でちょっと仕上げで描くので薄くでいいんですけど、一旦パウダーでこう下書きをします。 OK、 こんな感じ。うまく描けたんちゃいますな。でそしたらノーズシャドウを入れるんですけど、私は顔の作り的にノーズシャドウを入れすぎてしまうと本当にすごい濃くなっちゃうから、本当に最小限入れます。ここと、私はもう鼻先にしか入れてないですいつも。でなんか入れ方もヒュンヒュンとここら辺にちょっと分散みたいな感じで入れてます。次はチーク塗っていきます。なんと私が使ってるチークはキャンメイクのこのチークです。01番と02番持ってて、これ結城からもらいましたでもこれに関しては結城が買ったのの中に2個入ってて1個もらいました。グリントって書いてある。薄いからね、これはもうベースでいいんです。で私はこの目の下にねこうやって入れるの、クマを緩和させるためにも。これでねクマもあんまり目立たなくなるし、ほっぺも可愛い。一石二鳥です。はい、でこの薄い色は終わり。はい、そして休日のリフレッシュした時にすることは何ですか？美味しいものを食べるですね。本当にこれに尽きるな。やっぱり美味しいもの食べてる時が一番幸せです。私は。みんなもそうだよね。でもやっぱり私はやっぱもちろんねステージがあったりとかいろんなことがあるからこう制限しなきゃいけない時ももちろんあるんですけど、でもやっぱりそういうのもちゃんとやりつつ、でも美味しいものも好きなものも食べながらやっていかないと絶対に人生楽しく生きていけないじゃないですか。だから私はそうやって好きなものも食べながら体型もちゃんと維持できるような体作りをしようって頑張ろうって思って筋トレとかもやってるんですけど、筋トレ動画も後日出したいと思います。こうご期待あれ。私結構濃いめが好きなので、チークはね人それぞれです。はい、じゃあ最後にこれをちょっとここら辺に足して終わります。チークはここら辺をね私一番濃くしたくなっちゃう。いつも理由は特にないけど。はい、そしたら最後ではないんですけどハイライトいきます。ハイライトはディオールとオフラとフィー。まずこの2つを混ぜて使っていきたいと思うんですけど、もう本当にハイライトもその日の気分。今日はじゃあこことこことここ、どうしようかな。こことこことここを混ぜたいと思います。で
これこの間買ったばっかなんですけど、ちょっとね青いラメが入ってて可愛いんです、すごく。で今日はまあ全然青系のメイクとかでもないけど、でもまあ青ラメがピンクとその青の相性結構好きで、私的に。だから今日はそっち系でやっていきますね。じゃあオムライスにケチャップをかける時のバリエーションがハートしかないです。何か新しい案ください。いっぱいあるよ。ハート以外にもいっぱいあるよ。いっぱいあるけどなんだろうね。ニコちゃんマーク超ありきたりだけど、ちょんちょんヒュンとかなんだろうなんだろうって言いながらこうやってハイライト塗ってますけど、ハイライトは私こことここだけとかじゃなくて、結構もうほっぺチーク塗ったところらへん全部に塗ります。なぜかというとキラキラさせたいからです。一旦ね。で今ディオールのハイライトを全体的に塗り広げましたが、いい感じです。そしたらちょっとフィーさんものせてみます。いい感じです。こういうのね、こうさ光を焚いて、めっちゃ綺麗じゃない？今いい感じです。ちょっと待って、一回オムライスさ解決してないよね全然。で次オフラー使います。これは私がメイクさんが使ってていいなって思って私も買ったんですけど、アメリカのやつみたいで、これ本当にねめっちゃ可愛いんです。なんかなんて言ったらいいんだろうな、ちょっとこうパールっぽい感じ、紫ピンクみたいな輝きになるんです。わかるかな。ほらわかる。ちょっとこれは鼻先とかだ。噛んじゃった。鼻先と私はここ目頭にいつものせてます。でも私オムライスとかよく弟にも作ってたんですけど、弟にあげる時とかなんかフルネームで漢字で弟の名前とか書いたりとか、なんかいろいろ文字系書いてました私はいつも。あとまあなんか絵とかね、あと鼻筋にものせます。あとねここにものせます。唇のここにものせる私は。まあこのような感じよろしいでしょう。ちょっとフィーのこの今のキラキラフィーです。多分フィーいいですね。で、こんな感じでハイライトもいつもこう結構気まぐれにのせるんですけど、でなんか前にみんなに教えたと思うんだけど、私はアイシャドウに使ったここにのせたキラキラをほっぺのここにねのせるっていう術をよくやるんです。これね意外と可愛いんですよ。ここだけでもねあんま塗りすぎるとなんかどうしちゃったのかなってなるから、加減は結構難しいんですけど、本当にこう私ってこうって笑った時にこの頬骨がってここが一番高くなるんですね。そのって言った時に一番高くなる部分にちょっと乗せておくと笑った時に、光とかが当たったら綺麗に見えるっていう持論です。見えるかな。見えてるね。こんな感じです。よし、じゃあもうメイクもあともうほんと数過程しかないです。最後にシェーディングと涙袋を完成させて終わります。シェーディングはもう全然このセザンヌのこの色です。使ってます。じゃん、ブルベカラーですね。いつもメイクさんにやっていただいてる場所に私も入れてます。ここら辺もなんかこうさっさっさって入れたりとか、輪郭ですよね一番は。あんまり濃く塗りすぎないように。そして私はブルベなのでこの色を使ってますが、全然茶色とかでもねいいと思います。周りわからない、気持ちです。シェーディングに関しては正直。はい。でシェーディング終わりしたら涙袋を最後もう一回描くんですけど、キャンメイクのスリムシェードライナーを
使います。ちょっとピンク色なのかな。これですね。ここが私の涙袋だから、ここに入れる。カメラに向かってやるのは難しかったかもな。までやったらぼかします。ブラシで若干ね。あんまぼかしちゃうと意味なくなっちゃうから、なくなっちゃう。ほら、もうめっちゃ涙袋。あんなにすっぴんの時になかった私の涙袋が誕生しました。はい、じゃあ最後グリッターをのせます。グリッターは必須です。皆さんごめんなさい、ラストではありませんでした。この後まだリップが待ち構えてます。一番大事な。じゃあグリッターのせますよ。グリッターも全部に塗っちゃうとちょっと輝きすぎになっちゃうので、私は真ん中にまずのせます。はい、こんな感じ。本当に真ん中だけのせるじゃん。で、まあちょっと広げます。で、あと二重線の中間っていうか、ちょうど狭間かそのちょっと上ぐらいにこれをちょんちょんちょんってのせるんですよ。で、ちょんってのせたら、それをちょっとぼかしてあげて、ちょっとね。ってやると、目を開けててもこのグリッターのキラキラも見えてる？あ、ほらここら辺見えるし、閉じたら閉じたでめっちゃ可愛いんですっていうこと。ちなみにこのグリッターはウォンジョンヨのダイヤモンドライナー05番です。見える？シピシピとコラボしてるね。可愛いよこれ、めっちゃおすすめ。じゃあまあリップ塗りながら最後ね、もう1個ぐらいちょっと質問答えていけたらなって思ってるんですけど、これにしよう。私は水部に入っていて楽器の上手い下手を周りにいる子たちと比べてしまいます。噛んじゃった、ごめんね。他人と比べない方法を教えてください。一種みんなの心まで届く演奏を目指してこれからも練習頑張ります。ラブマイセルフ大好きだよ。嬉しいです。こうやってメッセージくれるの嬉しいね。ありがとう。私も大好きだよ。はい、ということで、そうですね。で、比べちゃうのめっちゃわかるよ。めっちゃわかります。難しいよね。でも結局なんか、でも私もやっぱりこうなんか誰かと自分をこうなんだろう、無意識に比べてて、こうやって落ちちゃってとかいう時もあるし、でもなんかやっぱりそういうのってなんて言ったらいいんだろう。なんか比べて落ち込んでもそれってマイナスなことしかないじゃないですか。でも逆にじゃあ自分がこう誰かとできてないことよりも、じゃあそれを見つけてしまった時、じゃあ逆に自分にしかないものってなんだろうとか、自分だったらこれ一番誰よりも輝けるぞっていうものってなんだろうっていうのを考えるように私はするようになったんです。そしたらなんかこう、もちろんこの部分ではこう自分はまだまだかもしれないけど、ここは誰よりも輝けるから、じゃあここ自信持って頑張ろうとか、ここができてなくてもここができてるからいいじゃんって考えられるように私はなったので、そういう風な考え方してみてほしいなって思います。はい、ではお待たせしました。リップを塗っていきたいと思います。リップも結構気まぐれなので、今日はベースにピンク系を塗った後にこのアナスイさんのやつ使っていきたいと思います。じゃーん、これもお気に入り。これすごいキラキラになるんです。でもこれはこうベタって塗るっていうよりかは、仕上げにこうキラキラってのせるぐらいがすごく可愛く仕上がるので、今日はそういう感じでやっていこうかなって思います。じゃあまずね、ベースのリップを塗りたいと思います。ベースを塗りました。もうこの時点でめっちゃ可愛いです。私の顔面が変わりました。びっくりだね。で、最後このリップを塗るんですけど、ちょっと筆で取りながらこうのせていきたいと思います。で、リップブラシももうみんな自分が持ってる何でもいいと思います。私はこれしかないのでこれを使います。
めっちゃ可愛い。可愛いです。ちょっとここら辺塗っちゃおうかなって時はちょんちょんちょんって塗って、こんな感じです。わかる？ちょっとキラキラなの。こんな感じで塗りました。終了です。リップ終了。まあ私はいつもピンク系をだいたい使っていますということでした。やー、はーい、ということで違います。最後にカラコンを入れたいと思います。危ない危ない、忘れるとこだった。グローウィーオーレンジグローウィーアッシュグレーをつけていきます。このこの絵大丈夫かな。いきますって言ってデデンってなるのめっちゃ可愛いかも。ちょっと実話の話を言うと、新しく買ったカラコンなので今日初めてつけます。だから自分でもどうなるかちょっと心配だったんだけど、可愛いかも。はい、入りました。めっちゃ可愛いこのカラコン。どうですか？完成！メイク完成しました。じゃじゃーん。これで結構TikTok とかも撮ったりとか撮影もしたりとかお出かけしたりとか私はしています。お待たせしました。完成いたしました。剣持なののメイクです。最後に今日やってきたメイクのポイントをもう一回おさらいすると、まずはキラキラのグリッターはここ中心とここにつける。これマジでポイントで、あとまつげは頑張ってこうやって一本一本束にしてます。近づくともっとわかるね。あとはアイシャドウで使ったキラキラをほっぺにもちょんちょんって最後のせる、この頬骨の一番高い部分ですね。のせると笑った時にキラキラしてすごく可愛くなります。リップはベースのやつ、ベースを2色ぐらいかな、いつもこうやってちょっと重ね塗りして、で最後にキラキラ系の、今日で言ったらアナスイのリップだったりとかをこうやって最後仕上げにのせてあげると唇もキラキラになってとっても華やかななのちゃんメイクが完成するということです。皆さんどうでしょうか？参考に少しでもなっていたらとっても嬉しいです。はい、私自身もそんなに正直メイクみんなに教えれるよってぐらい上手いわけではないので、今日私の動画を見てくださってる方たくさんいろんな方がいると思うので、もちろん参考にしてくださる方もいれば、ここもっとこうしたらもっといいよみたいなのがありましたらぜひぜひ教えていただけると私の今後の参考にもなるので、たくさんの方に私のメイク動画を見ていただけたらまずはとっても嬉しいなって思います。何かこういうのやってほしいですとかあったらコメント欄にたくさん書いてくださると実現しちゃうかもしれません。ぜひぜひたくさんお待ちしてます。あとはね、質問もたくさん来てたんですけど全部に答えられなくてもうちょっと悔しいです。でもまた何かの機会でどんどんいろんな質問に答えていけたらなっていうふうに思ってます。では見てくださった方々ありがとうございました。以上でナノのメイク動画終わります。バイバーイ。はい、ということで皆さんメイクが終わったので今日は簡単に髪の毛も巻いていこうかなって思います。これは私がいつもやってる巻き方をね今日伝授できたらいいかなっていうふうに思うんですけれども、質問また答えちゃうかな。最近夜更かししすぎてしまいます。早寝早起きのコツを教えて。夜更かししたくなっちゃうよね。すごい今私の顔何も見えてないよね。よいしょ。これね根元を立ち上げてます今ここ。でもね私も全然夜更かしガールでしたよ。高校生の時とか大学生の時とかもね。だけどなんか一回早寝してみてほしいです。一回早寝してみると自動的に次の日も結構早めに起きるじゃないですか。で朝から活動しててずっと活動してると夜の9時ぐらいにはもう眠たいんですよ。あと昼寝しないことも大事かな。で眠くなったらもう潔く寝るっていうのも大事。なんか眠たいけどスマホいじりたいなみたいな時もあると思うけど、
その気持ちを一旦我慢してもう寝るってするとしてたら、私は自然と早寝早起きのすごい仙人みたいな生活習慣になってました。素晴らしい。で、こんな感じで髪の毛も巻いていきます。髪を一通りくるくるくるってやり終わったら、今みたいにね、ここら辺こうやってここの顔周りのところをこう取って、ここがこうなるように作るんですよ。作るんですよって言って、でなんか足りんなって思ったら、ここガッて持ち上げて、ガッて持ち上げて、ここだけ挟んで、こうもう上に持ち上げるかのようにこうする。でそのまま離すともうちょいいい感じになる。あ、ほら、このような感じですね。 OK。 左側は OK です。ちょっと右側はちょっと高速で巻いていきます。はい、ということで、最後こんな感じで巻いたら、ちょっと最後にね、このままで出る時もあるんですけど、このままだとちょっとなんて言うんだろう、毛先しか動きがあんまりないから、結構私はここら辺をまず持って、なんて言うんだろうな、上の層の部分の髪の毛だけを結構上からちょっと巻いたりとかすると、なんて言うんだろう、そうで、これを一旦冷ます、冷却します。いいのではないでしょうか。こんな感じです。今巻いてたので、ちょっとほぐして、ほらどう？ちょっとここら辺にも動きが出たでしょ。オイルはちょっとごめんなさい、先に出しちゃったから後で紹介しますね。普通に手にこうやって、で指の間にもこうやって、パパ本当にオイルのつけ方もちょっと結構適当なんですけど、なんか髪にツヤ感が訪れればいいかなっていう気持ちです、私はいつも。あとね、ここら辺もさっき巻いた上の髪の毛にもつけたい。このような感じでしょうかね。 OK で、ヘアオイルは N ドットです。おなじみの。これも学生かな時からずっと使ってます。はい、どうですか？いつも画面で見てる私に出来上がったと思います。はい、ということで、今日はメイク中心にやったんですけど、次回機会があれば今度ヘアアレンジの動画とかも出したいなっていう風に思ってます。今日は巻き髪だったけど、結構普段ヘアアレンジもするので、はい、ぜひ期待していてほしいなって思います。